皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京都議選が先日行われました。この東京都議選における自民党、そして都民ファーストの会の動きなどについても一つ言及したいことがあるのですが、それ以外にも非常に気になるニュースが流れています。それは都民ファーストの会に所属している議員が無免許で、そして人身事故を起こして、さらにはそれを隠蔽していたのではないか、そういった疑惑を持たれているのです。そしてそのような疑惑を持たれている人物がなおも議員生活を続けようとしていることなども報じられています。このニュースを聞いたとき、非常に私には恐ろしいことだなと思いました。一体どのような点を私が恐ろしいと思ったのか、このことについてもお話ししていきましょう。議員というある意味非常に公職として法律を守らなければならないのに、そのような精神というものが全くないのではないか、そう思われるような人物がどのようなことをしていたのか、ニュースを見ていきましょう。都民ファーストの会から当選、木下富子議員、無免許運転で事故。4日の東京都議会議員選挙で、都民ファーストの会から立候補して当選した木下富子議員が、選挙期間中の今月2日、無免許の状態で車を運転して事故を起こしていたことが分かりました。警視庁によりますと、東京都議会の木下議員は今月2日の午前7時半ごろ、自分の選挙区の板橋区高島平の交差点で乗用車を運転中、50代の男性が運転する車と衝突する事故を起こしました。木下議員がバックしたところ、後ろに止まっていた車にぶつかったということです。この事故で相手の車を運転していた男性と一緒に乗っていた女性が軽い怪我をしました。警視庁が調べたところ、当時木下議員は免許停止の処分を受けて無免許の状態だったということです。警視庁が過失運転傷害などの疑いで事情を聞いて詳しいいきさつを調べています。木下議員は4日投票が行われた都議会議員選挙に都民ファーストの会から立候補し2回目の当選を果たしています。無免許運転という非常に重大なことを起こしているわけですが、一体今後の議員活動をどうするのかについて産経新聞がインタビューを行いました。木下都議が無免許人身事故、選挙期間中、辞職はせず。木下氏によると、街頭演説に向かう途中だったという産経新聞の取材に、2日が免停期間の最終日で、免停期間が終わっていると思い、運転しても大丈夫だと思っていた。申し訳ないと話した上で、仕事をしていくことで期待に応えたいなどとして、議員辞職はしない考えを示した。一方、所属している都民ファーストは木下氏についての除名処分を下しました。党として看過できない。地域政党都民ファーストの会は5日、東京都議選の選挙期間中に無免許状態で車を運転し、人身事故を起こした木下都議を除名処分にしたと明らかにした。都民ファーストの会は本人から事情を聴取した。無免許状態での運転は明確な法律違反であり、公人としてあるまじき行為。事故発生から数日経って初めて報告され、党として看過できないとのコメントを発表した。まずこの話の出発点として、この木下氏が免許停止処分を受けているという事実から話はスタートします。一般的に言ってこのような免許停止処分をされる人というものは少数派であることを言及しておかなければなりません。運転免許証そのものは車を運転していない人も含めて持っていますから、だいたい8000万人程度の人たちが運転免許証を保有しています。そして免許停止処分をされる人というのは年間では25万から30万件あるそうです。しかし全体からして言えばそれははるかにレアケースだと言えるでしょう。多くの人々は有料ドライバーであり、このような免許停止処分をされる人というのは絶対数から言っては多くは見えますが、割合からすれば明らかに非常に少ない人です。ちなみにこの免許停止処分を受ける人というのは様々な交通違反を起こしたことが考えられます。例えば速度違反で捕まりました、一時停止で止まりませんでした、蛇行運転をしていました、逆走しました、様々な理由として交通違反を起こして、それが一つ点数として加点されていきます。そしてある一定水準を超えた場合において免許停止処分というものが下ります。木下氏の場合どのような交通違反を起こしたかについては分かりませんが、もしかしたら日々の積み重ねによって免許停止処分を受けたのかもしれません。そのことを推察されるのが今回の人身事故の理由です。今回の人身事故がどのようなものであったかというのは報道機関も報じていて、交差点に進入した後、そしてバックをして停止していた車にぶつかったというのです。車を運転する人であればわかることですが、
交差点において前方の車がバックしてくるという状況は普通はありません。例えば右折する場合において交差点に進入した車も通常であれば対向車がなくなった時に右折を行って最終的には交差点内から出ていくものです。しかし、少し異常なことをしなければ今回のような事故などは起こっていないでしょう。少なくとも交差点からバックするということは私にとってみれば異常な行動としか思えません。しかもバックした上に停止している車にぶつかったということは明らかに後方の安全確認というものができていないか、もしくは後方確認した上でぶつかったというのであれば、それはもはや運転が下手どうこうではなく、そもそも運転技量が非常に低いレベルであるということを示しています。そのように運転技術そのものが未熟だった可能性とともに考え方としても非常に自分勝手であったかもしれないということも推察されます。なぜなら無免許状態での運転にもかかわらず彼女がした言い訳というのは、私はもう免停処分期間が終わったと思って運転していましたという弁明は伝えられているからです。この免許停止処分というのは基本的には行政処分で、あなたはこの期間において運転免許が失効していますよ、だから運転はしてはいけませんよということを明確に日付を定めています。そしてその処分の手続き上においては運転免許証を返納しなければなりません。そして免許停止処分が終わった後においては改めてその免許を受け取りに行かなければならないわけで、勘違いしてもう大丈夫だというのは明らかに手続き上においてもおかしなことですし、そもそも運転免許証が手元に戻っていない状態においてさあ運転するぞと考えること、それ自体が非常に自分勝手で法律を守る気がそもそもないかのように見えるわけです。そしてこのように自分にとって都合のいいように法律を解釈し、また免停処分についても自分にとって都合のいいようにもうきっと終わっているはずだという考え方、そのような考え方が次の段階、この議員生活について今後どうするかと聞かれた時への回答にもこの思想というものが現れています。報道機関のインタビューに対して議員として仕事をしていくことで皆さんからの期待に応えていこうと思いますといった前向きな発言をしていますが、これは明らかに今回の無免許運転、そして人身事故を起こしていることに対する重大さを全く理解していないということの表れです。さらに、この無免許による人身事故を起こしたことについても、東京都議会選挙のその真っ最中であり、自分の所属している都民ファーストの会に対して報告もしていない、つまり隠していたのではないかというふうに見られるわけです。今回公になってから改めて都民ファーストの会に報告し、そのために党としてもあなた一体何やってるのということで除名処分をしたわけです。それでいて本人が議員生活を続けるという話をしているのですから、この木下氏に対する議員報酬というのはまさに税金の無駄遣いのその典型であるとも言えるでしょう。ことの発端である運転免許証の停止処分、これについては法律違反なわけではないのですが、しかし一方において免許停止処分のその期間中というものはまさに運転免許証というものが失効した状態ですから、決して運転をしてはいけません。ですが彼女は運転を行い、そして人身事故を起こしたわけです。それによって今回の件というものが明らかになったわけですが、この明らかになったことによってもう一つの問題はさらに浮かび上がっています。それはこの運転免許の停止処分中の期間というのはまさに選挙活動を行っていた時期であり、彼女自身が街頭演説を行うために車を運転していたのではないかといった話などもすでに出ています。実際のところ警察が取り締まっている時には見つかってはいないわけですが、しかし現代においてはドライブレコーダーであるとか有権者による撮影などにおいて選挙活動時どのような行動をとっていたのかというのは映像が残っている可能性があります。ですから今回の件はあくまでも人身事故の時に警察が取り調べを行ったことから公表へとつながったわけですが、今後彼女が選挙期間中にどのような活動をしていたか、他にも車を運転していたのではないか、そのことを隠していたのではないかなど様々な追及が行われるわけです。しかし議員という公のために仕事をしなければならない人物がこのように非常に自分勝手に法律を全く尊重していない姿勢というものは議員としての資格は全くないと私には見えます。そして最後に東京都議選のその全体の総括についての公表も行っておきましょう。まず今回の選挙というものは事前の報道機関による予測であれば自民党の圧勝ではないかというふうに言われていました。しかし蓋を開けてみれば都民ファーストの会と自民党の議席というのは拮抗した状態であり、決して自民党の圧勝などという結果ではありませんでした。
そういった意味においては報道機関の予測というのは全く外れたわけです。そしてなぜそのようなことになったのか、そうしたことについてもすでに分析が行われているのですが、まず第一に小池都知事の活動というものが非常に多く伝えられたことにより、彼女と縁の深い都民ファーストの会を応援する支持層というものも多かったと言われています。そしてどのような層が彼女を応援したかについてなのですが、インターネット上においては小池都知事の政策というものは非常に多くの人たちに経済的な打撃を与えているといった話から、決して評判の良いものではありません。しかし、インターネット上のそのような評判とは全く別に、みんなに自粛を強いる政策というものは、そもそもそのような政策を望んでいる層からすれば評価が高くなっているのです。一体どのような人たちがそのような政策を支持しているかといえば、一般的に言えば新型コロナウイルス問題において最もリスクの高い人たちです。それは高齢者です。この高齢者の人たちというのはまさにみんなが街に出なければ新型コロナは流行らないと思っているわけですが、なるべく家にいてほしいと思っている人たちです。そしてこれらの人々に対しては優先的に新型コロナに対するワクチンの接種などがスタートし、それによってこれらの人々の重症化率というものは徐々に下がってきています。そして一方において優先されてこなかった若者たちというものが逆に言えば感染者数の割合としてどんどんと増えてくることによって、それらの状態が報道されるようになると、高齢者の人たちにとってみれば、なんだ若者たちが新型コロナを蔓延させているじゃないかという具合にして、小池都知事がもっともっと規制をしなければならないなという話をすると、そうだそうだと高齢者の人たちは納得してしまうものなのです。そしてこれら高齢者の人たちというのはまさに選挙には行く世代です。年齢層別の得票率というものがある程度データとして出てきているのですが、全体の傾向としては中高年から高齢者にかけての得票率というものは非常に高く、一方において若者世代というのはどうしても低くなりがちですというような状況ですから、小池都知事のように延々と新型コロナ対策をしなければならない、そのためには多くの商店などにおいて規制をかけ続けるといった話をしている方が、これら支持層の受けは良いわけです。またそれだけではありません。国政レベルにおいて、例えば自民党、公明党といった与党勢力に対して、これら政府というものは全く仕事ができていない、こんなものじゃダメだというふうに批判する人たちというものの受け皿というものが現在では野党の中には不足しています。私も多くの動画の中において政府に問題があるよという話をしましたが、同時に野党第一党にも大きな問題があるということを同時に話しています。そのような話を聞いた人たちというものは、そもそも自分たちにとって今の政党政治というものは全く信頼できないと無党派層になってしまうものなのです。この状況というのは別にそれぞれの地域においても同じような状況で、決して与党系だとか野党系だとかといったところだけで十分に満足できるわけではありません。しかし東京都においてはそうした意味で与党系で自民党、公明党、そして野党系で立憲民主党、共産党系、それ以外の無党派の受け皿として存在するのが都民ファーストの会に当たるわけです。実際日経新聞が行っている出口調査などによると、無党派層の投票先というものはかなりばらけていて、与党系、野党系、そして都民ファースト、この3つの勢力に対してある程度ばらけた形で、決して都民ファーストの会が埋没していたわけではないのです。これは国政レベルにおける勢力図争いとは全く別に、東京都においては与党に対する批判票を集める形で都民ファーストの会が機能していることを表しています。このような全体構造を理解していないと、都民ファーストの会はなぜこれだけの議席を保ったのかということが理解できないでしょうし、またこのような議席を確保したことによって、現在の東京都知事小池氏が今後どう展開していくのか、そういったことについても様々な選択肢が存在することは明らかです。彼女が今後国政に戻るのかどうかといったところについて言っても、都民ファーストの会がこれだけ議席を保ったことからもわかるように、この東京という大きな人口地域において彼女を支持する人たちがそれなりの数いるということを一つ証明しているからです。以上、今回の動画は前半においては都民ファーストの会の所属議員が非常に順法精神がありませんよということを証明するような事件を起こしていて、一方においてこの都議選を通して考えられることは、小池都知事がインターネット上の評判とは全く別の基準で支持する人たちというものが関東ローカル、そして高齢者層、無党派層などに存在していることを一つ証明するような出来事だったと言えるでしょう。インターネット上においてはどうしても自分の意見の近い人たちというものを重視しますから、このように自分
たちと立場の違う人、自分たちと全く違う視線で物事を考えている人たちの姿というものを改めて議会選挙において知ることができます。あなたは今回の動画を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックも忘れずよろしくお願いします。さらには私の政治的な発言をもっともっと続けてほしいなという方はぜひともメンバーへと加入してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。